清水寺常住院。東山連峰の一つ音羽山の斜面に江戸時代初期に造園された月の庭。この池は夜空を渡る月を何百年も映してきました。月と太陽、光と影、過去と未来、生と死、陰と陽。万物流転をテーマに作品を生み出すジュエリーデザイナーが今回の主人公、吹田蒔絵さんです。吹田さんは江戸中期から京都で水晶やメノウなど宝玉の加工を手掛ける宝飾業を家業としてきた吹田家の17代にあたります。こちらはプラチナとダイヤモンドをメインに使った月相月読みの道と題した作品です。吹田さんのジュエリーはチェーンなどパーツとの組み合わせ方でネックレスやイヤリング、ブローチに用途に合わせて何通りにも楽しめる工夫が凝らされています。新月から満月へ、その組み合わせは無限。組紐を通すことで帯留めとして輝きを放ちます。月をめでるのがすごく好きで、宇宙からの存在で表現できないかなと思ったところで、やっぱり月の満ち欠け、毎日月を見てるとやっぱ月の変化っていうのが面白かったので、それを目に見える形で表現してみようと。楚々として輝くものっていうこともテーマに入れました。輪廻をテーマに制作したペンダントトップ。陰陽を表すのはオニキスと水晶です。水晶は吹田さんのルーツと深い関わりがあります。かつて水晶の原石の産地として栄え、現在も日本一の宝飾産業の町である山梨県甲府に江戸中期水晶の研磨技術を伝えたのは吹田さんの先祖です。吹田家は代々水晶やメノウなどを研磨する技術を持ち、貴族の装束の腰紐を飾る玉石を天皇や大名家、寺社などに納めてきた一族です。こちらは玉眼という仏像の目の部分にはめ込む水晶です。吹田さんが先祖へのオマージュを込めて制作したのが、水晶の透明感が美しい帯留めにもなるジュエリーです。やっぱり代々ご先祖様が培ってきたやっぱり知識だったり経験をどこまで紡いでいけるかはわからないですけども、今自分にこのできることっていうことをもう一生懸命やらせてもらうだけかなと思っています。水晶なんかだったら一応パワーストーンって言われてる一つですし、そこに気を収めるっていうか、そのパワーを持つことで何かに守られてくるとか、勝負できるとか、そういうふうにいい意味で捉えてもらえるような、こういう時期だからこそお守りを持つっていうようなイメージで持ってもらえるといいなと思ってデザインもしてますし。吹田さんのデザインを形にするのは、宝石商だった父の代から仕事を依頼してきた京都の職人さんたちです。貴金属の加工を担当するのはこの道50年以上の安倍さんと佐々木さんです。この日、吹田さんが依頼したのはベビーパールと呼ばれる小粒のアコヤ真珠とダイヤを面で敷き詰めた指輪の製作です。針金状の18金を加工し、アールをつけた直径3センチほどの円形の枠を作り、そこにパールとダイヤを留めるための細いパーツを1本ずつロー付けしていくという細かい仕事です。すべての金属パーツが完成すると、次は宝石をセッティングする石留めの工程です。大平さんはそのエキスパートとして業界でも貴重な存在です。こうした高い技術力を持つ職人さんたちとのやり取りの中で、ジュエリーデザイナーとして15年にわたり吹田さんは経験を積んできました。しょっちゅう喧嘩しますよ。だって
今までに私らがあまりこう作らんかったような形いうかデザインがやっぱありますよね。この人はこの人なりの作り手は作り手のしての考えがあるから、こうだああだ言いながらでもちょっとでもこう接点を見つけて、できればなという感覚はあるんですけど、できへんでって言ってやってくれるところがやっぱりもう一番で、手が早い、精密で、やっぱり仕事が丁寧なところですかね。皆さん本当のトップクラスなんじゃないですかね。だからそういう方に作ってもらえるのは本当に幸せやなと思います。これは吹田さんが中学2年生の時に描いたデザイン画です。父の友人夫婦の前で即興で描いたデザインが採用され、記念日のジュエリーとして実際に形になった喜びと感動が吹田さんの原点です。その日からこの仕事に憧れるようになりました。大学を卒業後、世界的な宝石の鑑別鑑定機関である GIA で学びながら、基本的なデザイン画の描き方を身につけます。2003年からは当時神戸にあった最高級真珠を扱うスイスの商社ゴレイ・ブッシェルに3年半勤めます。大量に浜揚げされたパールを傷からサイズから形から分けるっていう、もうその選別をずっとやらせてもらってました。たくさんの数を見たことでまた真珠の世界が広がったんですね、自分の中で。すごい面白い形だったり、傷もやっぱりこの個性というか、その個性を一つずつより引き出せるようにデザインしたいなっていうふうに思いましたね。そんな吹田さんに2005年転機が訪れました。京都を拠点に活動するジュエリーデザイナー吹田蒔絵さん。2005年吹田さんの転機となった作品がこちらです。タヒチ産黒蝶真珠の世界的造形コンテストであるタヒチアンパールトロフィーの国内審査に25歳で初めて応募し、ブローチ部門1位を、ペンダント部門2位をダブル受賞しました。こうした作品が上皇后さまのファッションデザイナーを長年務めていた上田逸子さんの目に留まります。吹田さんは2006年上皇后さまのためにイヤリングとネックレスをデザインしました。上田先生があなたは引き算が分かってるわねって言ってくださったんです。洋服が勝ちすぎてもいけないし、ジュエリーが勝ちすぎてもいけないし、逆に控えめすぎてもいけないし、その人が本来持ったその素敵な姿でいられることが 100% っていうところで、あなたは引き算が分かってるのねっていうふうなお言葉をいただきました。でもその言葉はすごく私にとっては本当にありがたいですし、で自信になった言葉ですね。その背景にあるのは、生まれ育った清水寺界隈の風情と、6歳から京舞を井上流の家元から、お茶を表千家の直門として学び体感してきた京都の文化です。大胆なデザインの中に静質な美しさを秘めた吹田さんのジュエリー。2021年秋に東京銀座の名店和光が発表する新作のブローチコレクションのデザインを任されました。時々落ちてくるんですよ、パッとイメージが。やっぱりどっかで目に見えない世界があって、なんか導きをもらえてるのかなって思いますね。一言で言うと、小宇宙、私の中ではやっぱり仏教世界の極楽浄土っていうのをテーマにしています。京都のこの清水界隈に住まわしてもらって、小さい時からお寺に慣れ親しましてもらったり、自然と興味を持っていったんじゃないかなっていうふうには思います。理想かもしれませんけども、すべからくあるであろう、仏さんのお心に近づいてというようなことやと思うんですけども、懸命に何かする中でやっぱり人知を超えた導きとか働きとかっていうようなことが時々折に触れて顔を出す時があると思うんですね。
自分一人の力ではこんな機会に巡り合うことがなかったとか、こんな人に出会うことなかったとか、こう日頃から支えてくれている方々に対してのそういう思いが再確認できたりとか、そうした働きがたくさん歴史的に積み重なった場所というのが、寺の境内であるというふうに、願いを込めてこう思っております。ジュエリーデザイナー吹田蒔絵さん。光は闇を照らし、命は限られた舞台で輝きを増す。吹田さんは移ろいゆく森羅万象の中に普遍的な光を見つけているのです。